にちは、花森です。今日は以前からリクエストをいただいていたキッチンツアーをやっていきたいと思います。今までキッチンの下の収納などは映したことがなかったので、それも合わせてご紹介できたらなと思っています。はい、まず全体像はこんな感じです。コンロは2口コンロでガスのものです。で、料理が結構好きなので、入居するときに2口コンロでガスっていうのは条件に入れて探しました。ただキッチン自体はそこまで広くないので、私はですね、この右側、本来冷蔵庫を置く場所だったところに追加で台を置いています。やっぱり切ったりとか料理を並べたりする場所が欲しかったので、冷蔵庫をリビングに置いてしまって、ここに新しい台を追加で置きました。キッチンの左側にはラックを置いています。調味料類はすべてここに置いていて、醤油とみりんとお酒だけはこの調味瓶に詰め替えて入れてます。いつも大きいサイズのものを買うので、大きいサイズだとやっぱりこのラックの高さに入らないので入れ替えています。あとは上にお茶だったりお砂糖とか塩をここに入れています。これは鍋敷きですね。あとこの蓋付きのものは顆粒タイプのものがしけらないように、何か半端なものはここに入れるようにしています。はい。で、真ん中の部分は何度か別の動画でも出てきているかなと思うんですけども、ここはDIY で制作しました。使ったのはセリアのリメイクシートとラブリコという突っ張り棒を使用しています。で、左側には別のフライパンだったり調理道具をフックで吊るしています。で、右側の棚にはお茶を今は並べています。ちなみに瓶はセリアで購入したものです。で、その棚の下に吊り下がっているものは鉄フライパンを洗う用の小さいたわしと、あとシンク用の小さいスポンジです。あと食器用の洗剤はマーチソンヒュームを使っています。はい。で、右側の調理台には一番上に炊飯器といつも使っているデンバーのお鍋とボウルを置いています。で、その下には、キッチンペーパーだったり、あとラップだったりアルミホイルを入れています。あと調理台の上に置いているのは右側が、朝食セットですね。パンとかグラノーラとかコーヒーが入っています。あとは食器を乾かす用のエジプトのティータオルだったり IKEA の布巾を置いています。で、この作業台スペースでとても気に入っているところがあって、セリアで購入したピンチと、あと結束バンドを使って布巾が干せるようにしました。これをつけることで小さいスペースでも布巾を干すことができるので、とてもおすすめです。はい。で、作業台の下にはオーブントースターとパナソニックの電子レンジを置いています。ちなみに普段はこんな感じで開けっぱなしなんですが、来客があった時にはこうやって布をつけています。で、このセリアの布は本来出窓のカーテンに使うもののようなので、カーテンコーナーに置いてありました。はい。キッチンの下の収納は全体がこんな感じになっています。左側がお皿だったりカラトリーを入れる場所で、右側にはお米だったりお菓子だったり、あとお砂糖のストックとかを置く場所になっています。食器はこんな感じで積み重ねて収納しています。ちなみにこの棚は、セリアで購入したものです。ちょっとこれだけどこで買ったか不明なんですけど、この白い入れ物もすべてセリアで購入しました。で、一人暮らしなので正直ここにある分がすべてのお皿になります。で、この辺りにはお茶碗とか大きめのお皿を入れていて、で、下にはカゴにお箸とかスプーンとかナイフを入れています。で、大皿だったり
平たいお皿はすべてここに立てて収納するようにしていて、こちら側はコップを入れています。で、下には揚げ物用のオイルポットだったり、いつも使っているタンブラーを収納しています。この長細い入れ物は調理道具、例えばお箸とか上に吊るせないものをこの中に入れています。で、次右側なんですが、これはお米のストッカーで、これはテリアの袋を入れるものになります。こうやって入れておくと、こうパッと袋が取れるので結構便利だなと思ってます。で、あとこの中には布巾のストックを入れてます。食器を拭く用のクロスと、これはちなみに IKEA です。あとは台を拭く用のいろんな布巾がストックされてます。あとこの無印のボックスの後ろに置いているのはカセットボンベの予備と、あと洗い置きです。この洗い置きは結構幅を取るので、近いうちに折りたたみ式のものに買い替えたいなと思っています。あとはこの後ろのところにたまに飲んでいる梅酒を隠しています。あとこの辺りはお菓子だったりソースだったりルーをここに収納しています。一番上にあるのがお菓子ボックスで、2番目がコンソメとかお鍋の素とかを入れていて、でここはドライイーストとか、あとお砂糖とかお塩が入っているボックスです。あとちなみにこのスナックと書いてあるステッカーは、このダイモというシール作成機で作りました。テプラみたいな感じなんですけど、これはモノグラフの堀口さんという方が動画で紹介されてて、すごくいいなと思ったので私も買ってみました。本当に使い方が簡単で、ここのダイヤルを回して押すだけで印字がされていきます。テプラとかも私は昔持ってたんですけど、テプラよりも全然使いやすくて、すぐラベルが作れるイメージですね。で、好きなアルファベットを押して、最後にこの切り取りマークですね、こちらをギュッと押すとこんな感じでシールができます。本当に手軽に作れますし、私は日本で販売されているテプラよりもこのダイモのホワイトとブラックのシンプルなデザインがとても気に入っています。ただこのダイモのテープは几帳面な方はもしかしたら気に入らないかもしれないなと思っていて、で理由が、この印字すると文字が必ずしもまっすぐなるわけじゃないんですよ。C とか S とかがこれも下がっているように見えると思うんですけど、ちょっとガタガタします。ただ私はなんかそういうところも可愛いなと思って最近気に入って使っています。はい、少し長くなってしまいましたが、以上でキッチンツアー終わりたいと思います。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。